前回の動画で自由の女神を紹介した後、マンハッタンにある国連本部にやってきました。国連本部の見学ガイドツアーは事前申し込みが必須です。ツアー前日にツアー申し込みが正式に承認されたメールが届きます。まずはビジターセンターでチェックインが必要です。チェックインが完了するとカードが発行され、国連本部の入り口に向かいます。国連に加盟している196カ国の旗はアルファベット順に並んでいて、ジャパンはジャメイカとジョーダンの間に挟まれています。向かって一番左がアルファベット順の一番最初の国、アフガニスタンです。見学ガイドツアーの前にスーパーで買ったチキンサラダを食べます。これだけで$12もしました。セキュリティチェックを抜けると、イタリア政府が寄付した球体の中の球体が出迎えてくれます。国連本部の敷地内には各国政府が寄付したさまざまな作品が展示されているので、遅くとも見学ガイドツアー開始時間の1時間前には到着し、じっくり作品を鑑賞するのがおすすめです。こちらは重心を縛られたピストルのブロンズ製レプリカで、平和の願いが込められています。ルクセンブルク政府から寄付されています。建物の中に入ると開放的な空間が広がっています。南アフリカから寄付されたのは、ノーベル平和賞も受賞した元大統領のネルソン・マンデラさんです。正面に見えるのはゼウス像ですね。ギリシャ神話に登場する全知全能の神であり、この像を寄付したのはもちろんギリシャ政府です。壁に並ぶ肖像画は歴代事務総長の方々です。8名の肖像画が並んでおり、現職のグテーレス事務総長も任期を終えたらここに肖像画が飾られます。SDGs、持続可能な世界を実現するためにさまざまな分野で17の目標が設定されています。目標は日本語を含む世界各国の言語に翻訳されています。こちらはアウシュビッツ・ビルケナウで行われたユダヤ人の大量虐殺を伝える展示です。このステンドグラスはフランスの画家マーク・シャガールの平和の窓です。1961年に飛行機事故で亡くなった第2代国連事務総長と15人の人々を偲んだもので、このガラスの芸術にはいくつもの平和と愛の象徴が描かれています。ガイドツアーの受付を済ませると、開始時刻が書かれたシールを受け取り、青色の看板の前で係の人が来るのを待ちます。ガイドツアー中は動画撮影は NG なので、ツアーの様子を写真で紹介します。まず前提知識として、国連の主要機関は6つあり、ガイドツアーでは安全保障理事会、信託統治理事会、経済社会理事会、そして最後に総会の部屋を見学できます。会議中は入れないので、運が悪ければ見学できない部屋もあります。まずは安全保障理事会の部屋です。戦争や紛争に関する制裁の決定や多国籍軍の承認などが行われます。常任理事国5大国が決議に対して拒否権を持っているので、安保理が本来の役割を果たせていないと指摘する専門家もいます。両脇の壁には通訳の席があり、必ず2人1組で10分から15分ごとに交代します。安保理の部屋の壁のデザインは、信仰の怒り、希望の麦、慈愛の心を表しています。続いて信託統治理事会の部屋です。戦後に植民地等の地域が独立できるように監督する国連の機関で、1994年に最後の地域パラオが独立して
活動を終えました。現在は多目的な会議室として使われています。国連本部の敷地内には庭があり、日本庭園と平和の鐘は日本政府が寄付しました。2024年9月には国連平和の鐘式典が行われました。最後に紹介するのは国連総会の部屋です。会議中のため中に入ることは叶いませんでした。日本の歴代総理大臣が国連総会の一般討論演説で演説を行った場所です。国連総会の一般討論はブラジルから始まります。これは1947年の最初の総会で他国が遠慮する中、ブラジルが自ら名乗り出たことがきっかけで、今も続く慣習になっています。ガイドツアーが終わったらギフトショップに立ち寄ります。SDGs のマグカップやハローキティのグッズもあります。私は手書きでメモするのが好きなので、ポートフォリオファイルを購入しました。続いて、MoMAの愛称で知られるニューヨーク近代美術館に向かいます。MoMAは1929年に設立された世界有数の近代現代美術館です。モネの睡蓮やダリの記憶の個室など、19世紀後半から20世紀前半を代表する作品は5階にあるので、エスカレーターに乗って5階を目指します。5階の入り口を抜けて最初の部屋に入ると、ルソーの代表作である夢が正面に展示されています。パリのアパートのソファーに横たわる女性が熱帯のジャングルに突然現れるという不思議な構図です。ルソーは実際に行ったことがない場所を想像で描くことが多く、この作品はそんな素朴派の代表作です。ルソーは独学の画家で、正確さよりも想像力を大切にしました。隣の部屋にはピカソのアビニョンの娘たちが展示されています。5人の女性が鋭い線と平らな面で描かれ、アフリカの仮面やイベリア彫刻に影響を受けています。こちらは色彩の魔術師と呼ばれたマティスのダンスです。色彩と形の単純化を追求したフォービズムの代表作でもあります。縦24センチ、横33センチの小さな絵画はダリの記憶の個室です。時計が柔らかく溶け、時間や現実が夢の中でどう変わるかを表現しています。ダリは夢や無意識の世界を描くシュルレアリズムの代表的な画家です。最後に紹介するのはモネの睡蓮です。1914年から1926年にかけて作られた3連作の大規模な作品です。各パネルのサイズは縦2メートル、横 4.3 メートルで、全体の横幅は 12.8 メートルあります。モネの自宅の庭にある池の水面に浮かぶ睡蓮を描いており、空の雲や光の反射が水面に映し出されています。モネは光や色の変化を感じるままに描く印象派の画家で、この作品はその集大成と言えます。